はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回進めるのはカムの押さえ板ですね。押さえ金具ですね。カムの固定金具を進めていこうと思います。これに関してはよく似た部品が4個っていう感じですね。で、最初に鋳造したバージョンでも4個、あるんで、出来のいい方でやりたいですね。これとこれがインの1と2ですね。2回目の方が少し色はくすんでますが綺麗ですね。インレットの1、2は2回目。インレットの3、4は、3、4も2回目の方が綺麗そうだな。エキゾストの1、2は初回の方が綺麗にいってる感じがしますね。こんな感じでそれぞれありますね。で、まずやるのは、不要部分のカットですね。この辺ちょっといらない部分のがいっぱいくっついてるんで、これをカットするにはやらないですね。それが終わったらフライスにセットして削っていきます。こういう柱というか、そういうのを全部取ってしまいます。はい、だいたいバリ取りました。まだちょっと残ってますけど、こういうところが。別にこの辺は最終的にフライスかけるとなくなっちゃう部分なので気にしないですね。ただもう少し平らにした方がいいですね、こういうところを。なので、まあこれでやってきゃいいでしょう。これでフライスの準備 OK と。最初の1個だけは通しで作業して、残りの3つはパートごと分けて作業していきます。よいしょ。とりあえずは、トップがここが当たって約3ミリ落とす感じですね。まず上が3ミリ、削ったんで、今度は持つ部分が少なくなるな、随分。はい、これで2箇所整いましたね。次はこの面ですね。やっていきます。中心位置から51になるまでやりますね。
内側は、102ミリになるように削れば OK と。これで四角ができましたね。四隅やりました。次は反転させて、ここを全部きれいにして穴開けですね。次は穴開けなので、穴開け用の原点作っていきます。こんな感じで穴開いていけるでしょう。はい、とりあえず1個は通しでやりましたので、あと3つ、こっちはパート分けて、流れ作業でやっていこうと思います。こっから先一旦タイムラプスでやってきますね。はい、まず、量が整えました。次、先ほどと同じようにこことここ切ってきます。これで3個いらない耳の部分切り飛ばしました。よし。そしたらこれ反対にセットして、この面を全部きれいにして穴開けてきます。4個全部できたので、シリンダーヘッドに組んで、蓋ちょっと仮止めしてみます。うまくいってくれればいいですけどね。はい、とりあえず青ニス塗ったので、これで一回当ててみますね。どこかぶつかっていてヘッドカバーがうまく閉まりません。この蓋のこの辺とかこの辺、青ニスが剥げてるので当たってますね。これは結局この角のあたりですね。当たってるんで、先にこの角少し落としますね。仕上げがてら。それでまた、当ててみます。
りだな。これで4個全部角取りました。また組んで、蓋の当たり具合見ていきますと。どうだろう。まだどこかが少し当たってるみたいですね。青ニスをたっぷりめに塗って当たってる場所を特定していきます。ここら辺とかこの列ですね、ネジのヘッドが当たってる場所があるんで、ここ少し削りますね。それで対処できるでしょう、おそらく。これで接触はないと。これで、もう接触はないので OK ですね。はい、一応こんな感じで取り付けができたんですけど、次の作業としては、ここカムトンネルを本格的に開けていきたいんですよね。で、こうやって立てて、削っていくにしても刃の長さが最低この高さは必要になっちゃうんですよね。このぐらい。今手持ちで一番長いボーリングバーがこれなんですけど、これでもそこまで届かないんで、ボーリングで開けていくのは諦めます。荒削りをして旋盤で据えぐりという方法を取ってきますね。ちょっとめんどくさいですけど、それが一番確実ですね。では、外したこのカム押さえをセットして、よいしょ、荒削りをやってきます。これで荒取り終わりと。はい、こんな感じでちょっと段々にはなってますが、とりあえずこれで問題はないはずです。あとこれを3つ、それとシリンダーヘッド本体をやってきます。はい、残りもセットして同じようにやってきます。こっから先はタイムラプスでいいでしょう。最後の1個終わりました。はい、これで4つとも全部ここの内側削りました。段々になってますが、一番減ったところでも 0.5 ミリ程度
取り代取ってあるので大丈夫ですね。残すところはあとシリンダーヘッドのここの部分、同じように荒取りしていきますね。ではヘッドをセットしていきますね。出た。よいしょ。いい感じで削れてるね。はい、インレット側の荒取り終わったので、次エキゾーストがやってきます。手順としては全く同じですね。じゃあ今回はこの辺で終わりにしましょうか。次末ぐりやりたいんですけど、末ぐりはセットアップに時間がかかるんで、なのでここまでになります。まあとりあえず2本だけ止めといて、はい、こんな感じで、目立ったズレもなくいい感じで穴開いてますね。こっちも特にズレもなく開いてるんでよしとしましょう。この後ここでちょっとずれてても問題はないんですよね。あと削り代 0.5 ミリまだ取ってあるので、ここから 0.5 ミリ削って予定の寸法にしていきます。一応確認で末ぐり用のシャフト通してガタがある状態なので大丈夫ですね。まあ結構キワキワですけどね。特に浮くこともなく OK と。はい、今回はここまでとなります。次回ですが、ここの末ぐりカムトンネルの仕上げですね。それとサイドカバー、こいつもやっていけたと思います。こいつを進められたらと思いますね。そうすれば鋳造した部品の大半が終わったことになるかな。まだ細かいものはありますが、目立ったものはだいたいそれで終わるという感じでしょうね。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。